そうですね、基本的な毎日やる工程にはなるんですけど、大体うちの年間だと約2000枚ぐらいですよね。土地の木っていうんですけど、全国から集まってその中でえりすぐりのものの中の一番いいもの、こちらはすごく木目が綺麗なんですよ。あと1年から1年半後、長ければ2年、木の水分を確認しながら作っていくんですけど、およそ数百万円ぐらいの価値のある木になっていくと思います。こちらですね、屋久島の、樹齢1000年超えている木ですね。世界的に屋久杉っていうだけで日本の木だっていうのが印象が付けられている木と一つですね。日本を代表する木です。樹齢1000年だからこその木っていうかですね、それだけ魅力あるんですよね。そうですね、目の細かさ、やはり日本の木の中でやはり目の細かさをすごく詰まってるんだなと思いますね。日本のクスの木になります。はい。これ全長で6メーター、6.2ぐらいありますね。はい。で今チョーク書きしているのがお客様の要望で、5.8メーターのベンチを作っているところですね。うちの木って本当いろんな種類があるんで、あと色味も赤だったり黒だったり白だったり、本当色味のところからご提案させていただいたりとかで、そう木の形も同じものがないんですね。そうですね、木本来の形ですね。で今後作る時にその部分を木取りで行ってですね、調整していきます。プラモデルなんかでいう主なっていうか設計図を作る形ですね。あとはその都度今プラモデルなんかもいろいろ自分でいろいろ作ってある方結構いらっしゃるじゃないですか。あんな感じで自分たちで、その都度変更していくっていう形です。水分がたくさん含まれているんで、その水分を飛ばすために2年間、約最低でも2年間乾燥させるって形ですね。そうですね、はい。長いものだと5年ぐらい置かれているものもあります。やっぱりそのくらいしないとですね、やっぱり水分っていうのはどうしても木も生き物で呼吸をしてるんでですね、こういうふうに切られてても木が呼吸をしてるんで、やっぱその都度成長じゃないですけど変化が起きるんでですね、管理というかなるべく風に当てるというか抜けやすくしてあげる、特に、中だと風が入らないんで、2年から、最低2年なんで、1年半以上経ったやつはなるべく外に出して抜けやすくしてあげるって形ですね。使用書に基づいて、引っ張ってもらった線を引いた材を、こちらの方に、持ち込んでいただいて、でそれを、さっきのやり方通り丸のこで、カットすると。
こういったクスの場合は比較的柔らかいんで、今みたいにこうどちらかといえばスムーズにこう走れ切れるんですけど、土地とかああいったやつになると今度硬いので、切りながら途中でこういったくさびっていうのも打ち込みながら少しずつカットしていくっていう風になっていきます。でそのカットしたやつを、今度は次この高周波ですねの方に持っていって、作業する。
磨してそれを磨いてる段階です。研磨したら白くなるんですよ。それをコンパウンドで磨いて透明にしていく。なんか若干段差とかがあったりして、それで分かったりするやり方を変えたりすれば、もっとうまく傷が取れるのかなって、そう考えたりするのは試していて、それが楽しいですね。塗料の塗膜をつけていって板にコーティングをしていく。塗り重ねることでその艶がどんどん上がってくるというか、そういうのはあります。例えば気温だとか湿度、そういった条件によって仕上がりが変わってくるんですよね。なんでその条件をいかに把握して、どういう条件だったらどういう塗り方をすればうまくいくっていうのを見つけてた時っていうのはやっぱりその喜びというか楽しみというか。一応この木馬ができたのが、今年で15年目になります。もうまず一枚板とは何ぞやから始まり、うちの会長が木器が好きなので、もう一枚板のテーブルを作ろうという話から始まったと思います。魅力はやっぱり一枚一枚同じものが存在しない。なんで同じ材でも柄が違いますし、色味、厚み、幅、長さ、それぞれあるので、作っている過程でも磨けば磨くほどですね、綺麗になるんで、それが魅力かなと思います。一番今まで作ってきた中で土地が一番好きです。切っていたら茶色いイメージをされることが多いですけど、結構白ってなかなかこういう木が綺麗で白っていうのがなかなか珍しいので、もしも一枚板を個人的に買うとしたらこの土地を買うぐらい好きです。割れとか打痕があったとしてもまた再加工、リペアですね、再加工するとまた新しく生まれ変わるので、本当今のお父さんお母さんがお子さんに受け継いで、またそのまたお子さんに受け継いで、ずっと長年受け継がれていければいいなと思いながらも一枚板のテーブル作ってます。